動画をご視聴いただきありがとうございます。今回も Google データドリルバックオフィス編ということでやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今回のテーマも入金消し込みフローの作成というところでやっていきたいと思います。今回想定している入金消し込みの業務フローなんですけれども、前回紹介した業務フローとほぼ同じになっています。金融機関から出力した入金 CSV ファイルをKintoneにインポートし、インポートした入金データを入金管理アプリに転記します。で、その後、請求管理アプリに入金消し込みのフラグを立てるという流れになっています。で、この流れは前回の動画と全く同じなんですけれども、今回想定しているフローといたしまして、入金額が請求額から振込手数料が引かれたものであったりとか、複数の請求書を一括で入金されたものであったり、請求の一部のみの入金があったというものを想定して、フローを組んでおります。まずは、前回同様、ワンドライブに保存した銀行の取引データというものを取り込んでいきます。日付のフィールドなんですけれども、これは金融機関によって結構フォーマットがバラバラになっておりまして、これは金融機関によって、例えば YYYYMMDD だったり、YYYY.MM.DD というようなフォーマットがバラバラになっているので、これをKintoneの標準である YYYY-MM-DD に変換。データ編集のテキスト関数を使ってこれに変換をします。で、その後このフィールドを日付に変換して実行します。はい、入金データインポートアプリにデータが転送されました。で、このデータを次に入金管理アプリに転送していきます。で、この際、今回なんですけれども、請求額と入金額が一緒にはならないことになっています。まずこの転記をする際に、入金額から請求額を引いた差額というものをまずGoogleデータでシステム判定をします。そしてその後、実際のアプリを見ながら人の手で最終確認をするという流れにしています。入金額から請求額を引いたときにマイナスが出るときがあります。そしてそれが一定の金額に該当する場合、例えば110円、220円、330円というような該当する場合には振込手数料というふうに判定します。そしてその金額に該当しない場合、これは請求額の一部が入金されたというふうにまずは判定します。そして入金額から請求額を引いたものがプラスになる場合、その時にまず未入金請求のレコードをグループ化します。未入金の請求レコードが1件で入金額よりも請求額が多い場合、これは手違いで過入金が起こったというふうに判定します。未入金の請求レコードが2件以上あって、そして入金額と差額がない場合というものは、2件以上の請求書の合計金額を一括で入金されたというふうに判定をしています。まずこの請求管理アプリで未入金のものでまず絞り込んでおります。それをグループ化したときに、レコード番号の個数、そして請求額を合計にしています。で、未入金の請求の件数が2件、1件で請求額が合計になっております。そして請求番号はこの文字列に結合というのでカンマで結合することで、この2件の請求番号が一つの文字列フィールドに入ることになります。ここでまず入金額と請求額の差額を出します。するとここに差額が出る場合があります。差額が0で未入金の件数が0のものは、これはもう請求額がそのまま入ったということで入金済みに判定します。そして未入金の請求レコードが1件で入金額が請求額より少ないマイナスになるものなんですけども、これが数式のフィルターを組んでいるんですが、110円、220
20円、330円、440円に等しいものというフィルターをかけています。これらはシステム判定によって振込手数料と判定されます。そしてこれに含まれないもの、not で出しています。請求額の一部が入金されたというふうに判定をしています。入金の請求が1件で、請求額がプラスになるもの、システム判定で加入金というふうに判定されます。未入金件数が2件以上あり、その請求額の合計と入金額が一致したものに関しては、一括で入金されたというふうに判定されます。すべてに該当しないものは、もう後ほど、人の手で確認をするというところで判定されます。システム判定がここで、反映されています。この後、一つ一つ見ながら、これは振込手数料で OK であれば、振込手数料と、人の手で確定をしていきます。で、確認ステータスを確認済みにするという、このシステム判定されたものが正しいかというのはしっかりと自分の目で確かめて確定をさせます。で、確定をさせたので、最後に入金の消し込みに行きます。消し込みの区分が、もう振込手数料のものはもうそのまま入金済みとして処理しても大丈夫なので、入金ステータスを済みにします。そして消し込みの区分を一部入金と判定したものに関しては、一部入金ということで、後から確認できるようにしていきます。請求データに対して未入金のものが入金済み、振込手数料が引かれた入金に関しても入金済みというふうに判定をされます。このレコードなんですが、22万円の請求に対して今回10万円の入金がありました。で、それで請求残が12万円残っています。これは一部入金としてステータスを残しています。で、この入金が後日入ったということを想定してフローを組んでいきます。残りの入金があったということで、銀行から CSV を取得し、これを取り込みます。残りの12万円が入金がありました。そしてそれを今度はまた入金管理アプリに転記をするんですけれども、この一部入金のもので絞り込んでいます。データ編集の if 関数で入金ステータスが一部入金の請求レコードに関しては、入金から請求残額を引くというふうな if 文を組んでおります。で、それで実行します。ここに新しくレコードが追加されました。で、これが入金済みとシステム判定されているので、この入金済みと確定をします。そして最後に消し込みに転送をかけます。更新をすると、請求額に対して請求残額が0で、入金、これは入金管理アプリの関連レコードになっているんですけども、6月31日に10万円、7月20日に12万円ということで、請求の差額も0円ということで入金済み、入金のステータスも入金済みということで、消し込みが完了しました。入金の消し込みフローのドリルのまとめになります。今回、前回と合わせて、いろいろなパターンの入金の消し込みのフローを解説してきましたけれども、これで全ての入金の消し込みというものを網羅できるわけではありません。例えば、今回振込しか解説していませんけれども、例えば、現金で入った場合はどうするのかとか、ほとんどないと思いますけれども、手形で入金された場合、もしくはあとは電子債券とかというところで入金があった場合はどうするのかというところ、今回触れていませんけれども、まず一旦は入金管理アプリに全てを一元して入金を管理し、それから消し込んでいくというフローになります。今回の振込というものを参考にしていただければと思っております。そして請求管理と紐付けるっていうこともいろんなパターンが存在していると思います。
今回は振込名義をキーに請求先、取引先と紐付けましたけれども、実務としては振込の名義に請求番号っていうものを入力して振込してくださいという取引先さんもよくあると思います。実務としてはなかなかめんどくさい、振り込む側としてはとてもめんどくさい手続きにはなるんですけれども、消し込み側としてはとてもその請求番号と紐付けるだけなので、とても消し込みに関しては楽になると思います。請求の実務をする上ではそういうパターンもあると思うので参考にしていただければと思います。はい、今回の動画はこれで以上となります。この動画ではこのクルーデータ以外にもクルーシートやクルーダッシュボードの動画も多数公開しておりますので参考にしていただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。